今回の研究テーマは耳抜きバルサルバ法です。バルサルバ法はダイビングスクールで一番最初に習う耳抜き方法ですね。でもこのバルサルバ法、実は最も理想的な耳抜き方法とは言えません。やり方を間違えるととんでもないことになって、この先一生潜れなくなってしまうかもしれません。この動画ではバルサルバ法の注意点、やってはいけないこと、正しいやり方など詳しくお話しします。こんにちは。素潜りマーメイド研究所所長のマリダイバーです。今日はサイパンのガラパンにありますマイクロビーチからお届けします。ライセンスを取得している人、初めての体験ダイビングをする人、ビギナーのマーメイドの皆様もおそらく誰でも知っているのではないかと思われる最も有名な耳抜き法がバルサルバ法です。なぜならダイビングのインストラクターに最初に教えられる方法だからです。でもね、最初に教えられるからといって最も理想的な方法、安全な方法とは限りません。実はあまり大っぴらには言えませんが、バルサルバ法をインストラクターが教えるのは裏事情というか、教える側の都合なんですよね。教えられる生徒さんにとってベストな方法じゃないんです。しかもバルサルバ法は間違えた方法で何度も行ってしまうと耳に大ダメージがあって、最悪耳を壊して潜れなくなってしまうこともあります。でもこれを知らずに素潜りやダイビングを続けてしまう人が多いんです。今回はバルサルバ法のメカニズム、メリットデメリット、そして最悪な事態を招かないための安全な方法を詳しく解説します。最後までご覧になってくださいね。とその前に、素潜りマーメイド研究所では素潜りやマーメイドスイムについて私自らが実験体となり検証するだけでなく、潜るためのコツやレアな情報をお伝えしています。当研究所で一緒に研究していませんか？ぜひチャンネル登録して研究員になってくださいね。はい、バルサルバ法というのは鼻をつまんで鼻から吹き出すように肺の空気を送る方法です。水に潜ると水深1メートルぐらいから耳に痛みを感じます。水圧で鼓膜が内側にぎゅーっと押されて痛むんですね。この痛みをなくす方法が耳抜きです。この図を見てください。鼻から耳へは耳管という細い管が通っています。鼻の奥に穴が開いていて、それが耳管の入り口です。鼻をつまんでいる場合、鼻から空気を吹き出そうと思っても空気の逃げ道がないから、耳管の入り口から空気が耳の内部に逃げるんです。その空気が鼓膜をポコンと内側から押して耳抜きができるというわけです。つまり空気の圧力で耳管を開いて鼓膜を元の状態に戻す方法です。バルサルバ法はダイバーにとっては最もポピュラーというか、よく利用されている耳抜き法ですね。というのも体験ダイビングやダイビングスクールでそう教えられるからです。中級上級のダイバー、長年マーメイドスイムをしている人もおそらくバルサルバ法が最もよく使われている耳抜きだと思います。でもね、バルサルバ法は間違ったやり方をしている人が多いです。その結果、耳を壊してしまって耳鼻科に通うことになったり、その後一生水に潜れなくなったりというトラブルを引き起こしてしまいます。バルサルバ法は最も有名な方法だけれど、最も耳にダメージを与えやすい方法でもあります。理由は耳管を筋肉の力ではなくて空気の力で解放してしまうことです。たとえピタッと耳管が閉じている状態でも、強く息を吹き込めば無理くりにでも耳管は開きます。物理的に耳管をこじ開けているんです。そして強く吹き込まれた息は鼓膜を内側から強く押します。バルサルバ法は空気の加減というか、吹き込む力の調節がすごく大事です。強すぎると耳を痛めてしまうし、弱すぎると耳管に空気を送り込めません。でもとりあえず、たとえ耳の筋肉が発達していなくても、誰でもプーッと息を吹き込めば耳抜きができます。だから力技で物理的に誰でも耳抜きができるので、インストラクターが教えやすいんですよ。初めて素潜りやマーメイドスイム、ダイビングをする人は耳の筋肉をうまく動かせません。でもその通りやれば耳抜きができるから、インストラクターが最初に教えるんですね。教える側の都合なんですよ。でね、ビギナーとしては耳抜きできないと鼓膜が破れるとか、水中で溺れて死んでしまうとか散々言われるじゃないですか。だからもう怖くなってしまって、強めに息を吹き込んでしまうことがあります。特にスキューバダイビングと違って、マーメイドスイムや素潜りの場合は先行スピードがすごく速いので、焦ってしまって
結構な力で息んで一気にフッポキュッみたいに耳抜きしてしまうことが多いんです。これはとても危険な方法です。でも一応耳は抜けるから危険性に気づかずに毎回フッポキュッってやってしまうんです。その結果、例えば耳の内部、内耳の骨の膜にひびが入ったり、内耳の皮膚から体液や血液がにじみ出たりして、病名で言いますと内耳気圧外傷とか外リンパ漏という病気になって耳鳴りやめまいといった症状が起こります。こうなると素潜りとかマーメイドスイムとかダイビングとか言ってる場合ではありません。ひどい場合は一生の後遺症となってしまいます。なのでこのバルサルバ法だけに頼るのは危険です。前回の動画で解説しましたトゥインビー法とか、次回の動画でお話しするフレンツェル法など別の方法もできるようにしておくことが大事なんですね。自分のバルサルバ法がうまくやれているかどうかの判断ですが、次の場合は要注意です。まず耳が抜ける時にキューって感じで音が長い時、これは時間がピタッと閉じている時、つまりタイミングが遅いのに無理くり空気を送り込んでいる時の音だったりします。または体調が悪いとか耳抜きがうまくできていないのに何度も潜ったりとか、何らかの理由で耳周りが炎症を起こしていて時間が細くなっている場合も音が長いです。こういう時は特に強く吹き込まないように気をつけてください。そして潜った後も翌日とか数日から数週間にわたって耳が詰まったような、耳の中がガサガサ言うような、または耳の中に水が入ったままのような感じがする方、この症状もしばらくすると自然になるのであまり気にしていない人もいますが、内耳気圧外傷の症状が出ています。つまり鼓膜の外側ではなくて鼓膜の内側に血液や体液が溜まっている状態です。でも人間はその液体が鼓膜の外側なのか内側なのか区別ができないんですね。だから綿棒やティッシュで水を取ろうとして耳の炎症をさらに悪くしてしまうこともあります。これもおそらく息が強すぎるとか耳抜きのタイミングが遅いからだと思われます。耳抜きの音がキューッと長い、または潜水後に数日間耳に違和感がある、この2つの症状があるときは気をつけてください。おそらく耳抜きがうまくできていません。もし耳の違和感が数週間続くようでしたら耳鼻科を診察してください。このような間違った耳抜きを何度も繰り返しているとだんだん耳抜きができなくなってきて、下手すると手術が必要になったり、最悪の場合一生潜ることができなくなります。耳抜きの上手な人はスッと秒で抜けますし、何度潜ろうが全く耳の痛みや違和感はないです。先ほどの2つの症状があるときはどうぞ注意してください。ではどうやったら安全に上手なバルサルバ法ができるのかをお話しします。まずは鼻をつまむ、そして息を吹き込むのですが、この時決して強く吹き込まないでください。大事なのが一気にやらないことです。ふっじゃなくてふーです。ただし長くもやりすぎないでください。ふーっと長くしすぎても耳を痛めます。そして慣れていない方は早めに耳抜きをします。水面で 1,2 回、潜った直後にも行います。これはなぜかというと、深く潜れば潜るほど水圧によって時間はますますピタッと閉じてしまうからです。そこに息を吹き込もうとすると結構強めにしないと時間が開きません。だから思った以上に息を強くしてしまいます。バルサルバ法は早めに強すぎずが鉄則です。でもその強さがわからないんだよとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。その場合は最終兵器、いや兵器じゃないですが、オトベントという器具があります。オトベントを使うと適切な息の強さがわかります。風船とそれに取り付けるパーツがあるんですが、それを鼻の穴に当ててプーッと膨らませるんです。オトベントは中耳炎の治療に使われている器具なんですが、鼻に一定の圧力で空気を送り込む訓練をするためのものなんですね。Amazon でも売ってます。もし息の強さがどうしてもわからないという人はこのオトベントを使ってみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。
というわけで、バルサルバ法の仕組み、間違ったやり方の危険性や正しい方法についてお話ししました。ただね、あくまで個人的に言いますと、バルサルバ法はビギナー向けと言いますか、空気の力で時間を解放するという、たとえ初心者でも誰でもできる方法なんですね。もしあなたが長く素潜りやダイビング、マーメイドスイムを続けたいのであれば、空気の力で時間をこじ開けるのではなく、時間周りの筋肉を鍛えて時間を開いて耳抜きする方法をマスターする方がいいと思ってます。それがフレンツェル法です。フレンツェル法は耳にダメージがありませんし、使うエネルギーを最小限にできるので深く潜れます。あとフレンツェル法ができると上級者っぽくてかっこいいですよね。これは次回の動画で詳しく説明しますね。かっこいいとかね、そういうのはともかく、あなたの耳を守るため、健康に末永く素潜りやダイビング、マーメイドスイムを楽しむためにぜひマスターしましょう。では次回の動画もお見逃しなく。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。疑問、質問、実験検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。また次回の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。